蘇ったインフィニトーが代々のモノポリス社総帥に乗り移り、今度は流血塔で大地のエネルギーを。しかも4本同時に破壊か。厄介な仕掛けだ。小国連合に攻め込んだ一団が突然塔を建設し始めたって話を聞いたが、それが流血塔だったのか。すでに残りの3本を攻略する準備は整っています。あとはこちらの大陸に建てられた塔だけです。よし、話は分かった。こっちのことは俺たちに任せてくれ。シリルティアとグランゲールには俺の方から連絡しておくよ。ありがとうございます、クライアス様。それよりそっちは大丈夫なのか。何か？スクリーパーだよ。こっちの連中はある意味スクリーパーと戦い慣れてる。だがそっちはしばらくの間スクリーパーと戦ったこともなかったんだ。確かにそうですね。だからスクリーパー退治の専門家を紹介するよ。それってもしや。俺か。 S 指令を発令する。応援の要請があったらそれを最優先してくれ。了解。俺の力が必要ならいつでも声をかけてくれ。ではこれをどうぞ。大陸間を行き来するためのゲートリングです。ここからですとポトラド人の里を越えたところにしかゲートはありませんが。分かった。それじゃあ俺は町に戻っている。では作戦決行の準備が整ったらこちらに伝令を送ります。ああ、協力して世界を救おう。それでは皆さん、研究所への案内よろしくお願いします。クライアスの指令通りいつでも協力する。だったら早速あんたの力を知りたい。いざって時に仲間の力がわからないのは困る。そうですね、勇者様。私もその方が良いかと思います。ってことはユリーと一緒に旅するの？何が不満なのですか？別に。それじゃ俺は先に戻ってるぜ。それじゃ俺たちも行こうか。俺の力を知りたいならやっぱりスクリーパーと戦わないとね。慎重に作戦を練りましょう。どうする？おあつらえ向きだな。
どうした？私はどうすればよいのでしょうか。何でしょうか。わかりました。よっしゃー、来たよ来たよ。それはこれが俺の能力超音波結界だ。俺の体内にはスクリーパーが嫌う音波を発する細胞がある。それにより俺の近くにいるスクリーパーほど弱らせることができる。有効範囲はそれほど広くはないが、効果は体験してくれればわかると思う。この距離なら効果範囲内だ。だが近くに寄れば寄るほど効果は大きくなる。忘れないでくれ。私はどうすればよいのでしょどうする？うか。何でしょうか。この戦いも平和への糧であるよ。終わったな。初めての合同戦闘にしては上々かな。これからもよろしく頼む。この気配は。よかった。また会えた。エスグレンツ内を探したのだが、お前のことを見つけられなくてな。それで初めて出会ったここで待っていたんだ。偶然にもまたカメラが不調になったから会える予感がしたんだ。でも本当に会えるとは。私たちはよほど縁があるらしいな。運命か。我々の出会いは世界が定めたもの。なんともロマンティックなセリフだ。まさか私を口説いているなどということはあるまいな。その口説きに応じるわけではないが、お前に渡したいものがある。お前もモノポリス社の社員としてこんなところまで来ているなら多少の危険はあるだろう。そんなナイフ一本で危機を払うことは難しいが、何かの保険だと思ってくれ。そう、人間の風習でいうお守りみたいなものだ。実を言うとな、それは昔ある人に渡しそびれたものだ。彼にはもう二度と会えない。他人に渡しそびれたものをお前に渡すのは失礼かもしれない。しかし私にはそれしかないのだ。グリップを作り直し、刃を研ぎ直し、私が作り上げたものだ。自分で言うのもなんだが、心を込めた。だからどうしてもあなたにもらってほしかったのだ。自己修復完了。視覚モードを通常に変更。お前はどうしてお前がここにいる？彼はどこに行った？
私はどうしてお前なんだ。私は勇者様、まさかネイリスがそこまで思っているとは思いませんでした。先ほどのナイフには彼女の思いがこもっているようですね。思いのこもった贈り物。ネイリスはどんな人生を歩んできたんでしょうね。ここが研究施設ですか？すごいです。中に入りましょう、ファニル様。おお、来たみたいだね。シャイヤー様から連絡は受けている。君が封印された大陸の研究者かな？はい、ファニルです。よろしくお願いします。ここはモノポリス社の製品を開発する研究所だ。この大陸最高の技術がここにはある。すごいです。ここならきっとあなたの体を治すことが。何を研究したいのか知らないが、必要な資料やものがあれば言ってくれ。できる限り用意しよう。はい、では早速お願いします。コリーちゃん。ヤッホー、ファニル。研究は進んでる？この研究所にある資料は大体は記憶しました。彼女はすごいよ。一度見たものを全て暗記することができるそうだ。おかげで封印された大陸の技術もこちらで把握できてきたよ。そして研究所内にある膨大な資料を暗記してしまったそうだ。さすがファニル。数少ない私の特技なんです。謙遜することはないよ。おかげでこちらの大陸で失われていた技術を知ることができた。へえ、やるじゃん、ファニル。そんなに持ち上げられたら照れてしまいます。それでなんだが、君たちに頼みたいことがあるんだ。頼み事1号細胞を治療するプランが出来上がった。はい。ポリュミネの持つ特定の物質を選定する特色を使い、1号細胞だけを攻撃するキラーウイルスを作るプランを立てています。それにあたり必要になってくるものがある。これを君たちに取ってきてほしいんだ。そう
いうことならバンバン頼まれちゃう。で、その取ってくるものは？それはファニル君から説明してもらった方がいいだろはい。取ってきてもらうのはポサヤと呼ばれる苔です。これは遺跡などで見かけることがあり、かなり貴重な薬草の一つです。どうやらこちらの大陸では絶滅した品種のようです。じゃあ私たちの大陸にしかないんだね。はい。それで私の知り合いに遺跡に詳しい方がいます。その人にこの手紙を渡してください。その人はジュワイナ村に住んでいるランディという人です。それでは皆さん、よろしくお願いします。うん、わかった。じゃあランディに会いにジュワイナ村へ行こう。ランディ、遊びに来たよ。おい、遊びじゃないぞコリン。久しぶりだな。どうした？今維持軍は忙しいのではないのか？ S 指令で出張中だよ。維持軍の方はクライアスとメルビナが切り盛りしてるよ。 S 指令？この訪問はそれに関係しているのか？それとは別。ランディを訪ねに来たのはこいつのことで話があるの。彼のこと？一体何が？詳しいことはファニル様から手紙を預かってまいりました。これをお読みください。拝見しましょう。なるほど。彼の中に救っているあの細胞を消し去れるかもしれないのか。そうか。それでランディ、ポサヤがある場所なんだけど。あれは毒の耐性を持った不思議な苔で、そのために毒が噴出するような危険な場所に生えていることが多い。遺跡ではないが、このジュワイナを出て西に鉱山の跡がある。そこにパリュショナーと呼ばれる毒を吐くモンスターがいる。もしかしたらパリュショナーの近くならばポサヤは生えているかもしれない。あの廃校なんだ。ああ、この様子では誰もポサヤを見たことがないようだな。ならば私も同行しよう。その方が早くポサヤを見つけることができるだろう。ありがとうランディ。なに、礼などいらぬよ。君と私の仲ではないか。では準備ができたら声をかけてくれ。